んにちは。日野小林業の採用担当の小玉です。皆さん、この工場は一体何をする工場ですか？せーの、プレカットです。はい、ということで本日はこちらの岡山プレカット工場の工場見学の動画をお届けしたいと思います。ちなみにプレカットって一体何をする工程なんですか、林田工場長？設計の方で、図面を作成して、それをもとに、工場で、仕口を加工して、家を、組みやすくする、工場になります。それでは岡山プレカット工場の工場見学の動画を行ってみましょう。せーの、はい、と言ってもですね、住宅の木材って結構専門用語も多いので、私がちっちゃいモデルハウスをですね、作りながら、今ここの加工してるんだよっていうのをお届けしたいと思います。まずは土台です。土台は長くつないでいくところはこういう加工と、この相方になるこういう加工があります。これをまずはつないでいきます。次にここ直角に、つなぎ合わせるときには、こういう加工とこの相方として、こういう加工を施します。土台の加工はこの大きく分けて2種類行ってます。で、大引きを入れていきます。大引きはこの上に、床を乗せていきますので、床が落ちないように、土台と土台の間の隙間を埋めていきます。こちらで、土台と大引き入れられたので、下はねこれで完成です。防火材ラインです。防火材というのは横向きに使う木材を加工する機械が入っているところです。ここではまずマシンオペレーターの人が加工する木材をチェックしていきます。木材を加工する形は設計の人が CAD 図面を作っており、そのデータを機械と共有することで機械が自動的に1等分の加工をしていくという仕組みになっております。先ほど小さなモデルハウスを作っている時にお見せした大入れあり仕口の加工を機械が行っています。結構複雑な形に見えるんですけれども、今はこういった加工も機械で自動的にされております。じゃあ次、柱を入れていきましょう。こちらが柱になります。柱の加工はもうこれ1個ですね。はい、こういう感じのちょっと出っ張りが出てるような、加工になります。じゃあ入れていきましょう。はい、はい、こちらで柱完成です。こちらが柱の加工機械になります。岡山プレカット工場では1日に約6棟分の住宅の加工を施しております。先ほどお見せした細刺しを加工する機械になります。先端に丸い刃物がついており、それで削り取って形を作っていくというような機械になっております。
次はこの天井部分、ハリケタという材料を入れていきたいと思います。はい、これがハリケタです。加工の種類は、土台とほぼ一緒です。こういう感じに、加工していってます。はい、天井ができました。梁の木材で特徴的なのがそのサイズの種類の多さです。右側の木材が長さ3メートルの柱の材料になります。1.5 センチ角か12センチ角の2つのパターンしかありません。それに対してハリケタは最大厚みが45センチ、そして長さが6メーターのものまであります。なので全サイズでだいたい78種類以上の種類があります。そのためハリケタの木材をチェックする人は筋肉が隆々になる傾向があります。これからですね、こちらです。今横に押したらちょっとグラグラするんで、これがグラグラしないように、補強する斜めの材料になってます。じゃあ入れていきます。はい、入り終わりました。なんでもう横から押してもグラグラしないと思います。じゃあ押してみてください。いや、グラグラするんだ。しないですね。ですね、次三角屋根をつけていくんですけど、この三角のこの一番頂点の部分にですね、木材が入れられるようにちょっと高くするためにこの塚を入れていきたいと思います。はい、次はですね、胸木という木になります。胸木は一番頂点のところをこう走ってる木になります。これが棟上げとか上棟式とかっていう家を新築建てた時にあるんですけれども、それはこの一番家のてっぺんの部分の木材を組み終わりましたよっていう式になります。はい、なので、これからその胸木を入れていきたいと思います。はい、であとはですね、この三角屋根のこの斜めの部分、たるきっていう細い棒なんですけれども、これを、屋根にですね、こう斜めに立てかけていって、三角屋根のモデルハウスを作っていきたいと思います。羽柄材加工機です。羽柄材というのは先ほどまでご紹介していた構造躯体という木材よりも小さな木材のことを言います。屋根に使うたるきの材料は小さな木材を使用するので、こちらの羽柄加工機のところで人の手で長さを測って1本ずつ加工していきます。プレカットという仕事は何より寸法精度が重要になってきます。加工された後の木材もこのように1本ずつ計測をして長さをチェックしています。
他の羽柄材としては間柱と筋交いなどがあります。このモデルハウスは小さなモデルハウスなので取り付けはしておりませんが、例えば間柱という柱と柱の間につける木材、壁合板が抜けないように支える下地としての木材です。あと同じように柱と柱の間に次は斜めに入る木材として筋交いという羽柄材があります。これは耐震の役割を果たす木材です。床合板、最後このプレカットで加工した床合板を入れていきたいと思います。2の3。こちらの機械で床、壁、天井の合板を加工していきます。じゃあ今度こそ、モデルハウスの完成です。構造材っていうんですけれども、それが大工さんがですね現場で組み立てられるように、木と木のつなぎ目部分、こういうのを加工するっていうのが、プレカットの仕事でした。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。See you!